Hi, everybody, and welcome to another Programmatic Connect digital interview. For this episode, we've invited Daisuke Hirose, a producer at Cosmology, to discuss his thoughts on programmatic advertising and how it has helped with expanding their social networking app, Waku Waku Matching App. So let's get comfortable and listen in to this insightful discussion. 今回、コスモロジーの、広瀬大輔さんのインタビューというところで、主にそのマーケティング、で、あとはプログラマティックメディアっていうところで、いろいろお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。では最初にですね、御社のご紹介をお願いしたいなと思うんですが、コスモロジーについて、簡単でいいのでお話しいただければなと思います。はい、コスモロジーは2011年に設立をした会社で、主にコスモロジー DSP っていう自前の DSP の運営をやってる会社になります。で、アプリ事業に関しては、主に代理店として動いていて、クライアント様にとって効果的な、国内外のプラットフォームを提案しているような状況です。なるほど。ありがとうございます。広瀬さん自体は今、どれぐらい勤められてるんですか？今、私は、7年ぐらいですかね。7年目。なるほど。じゃあ、かなりその DSP の黎明期から、この業界に携わってると思うので、いろんな変化が今日は、経験値としても、聞けるかなと楽しみにしております。はい。はい。ではですね、続いてですね、取り組みとトピックの紹介というところで、一般的な、質問になるんですが、昨今その、マッチングアプリとか、イコール、この後 SNS アプリみたいな形で、故障させていただきますけど、オーディエンスに対しては、それぞれどのように、ターゲティングされていますか？そうですね。男性と女性のイベントを、分けて設定をしていてですね。はい。課金する男性ユーザーの獲得がターゲティングのメインにはなるんですけども、女性ユーザーの、獲得が多い配信先には、女性向けのクリエイティブを用意したり、効果をよく男女のユーザーが獲得できるようにターゲティングしているような状況です。じゃあ、その、性別に対しても、クリエイティブとかも出し分けたりして、ダイレクトマーケティングみたいなことをされているというところですか？そうですね。なるほど。わかりました。なんか苦労したこととかってあります？例えば、結構同じやり方というよりは、ちょっとエッジを効かして、クリエイティブを、こういうものをやってみて、成功した、失敗したとか、なんかそういうことってありますか？そうですね。やはり、男性ユーザーの獲得がメインになるので、やはり女性を使ったクリエイティブっていうのがやはり大事になってきていて、今で言うと、今、ちょっと夏の時期だったりは、本当に水着を着ている女性のクリエイティブを何個も作ったり、うまくちょっと男性の獲得ができるように、クリエイティブは工夫して作ってます。あと動画ですね。なるほど。ありがとうございます。ではですね、常にそうやって、トライアンドエラーとか、そういう形で、プランニングされていると思うんですが、今年、やっぱり新型コロナウイルスの、影響でかなり市場、強いて言えば、生活スタイルっていうものが、かなり変わってきたと思うんですけど、このコロナの、新型コロナウイルスが原因で、いわゆるマッチング業界アプリですね。SNS アプリで、受けた影響が大きかったものって、いいものも悪いものもあると思うんですけど、どういうものがありましたか？マッチングアプリで言うと、あまりコロナの影響っていうのはなく、実際に大幅にインストールの獲得が減るっていうこともなく、多分おそらく、コロナの期間中、今もそうですけども、家にいる時間っていうのがやはり、多くなっていて、で、マッチングアプリ、での滞在時間っていうのが、やはり長くなってるのかなっていうのはありますね。結構業界でもクリエイティブを見てると、オンラインマッチングみたいな形で、結構訴求されてるなっていうのは見えたんですけど、あそこら辺の効果とかってどうなんですか？そうですね。コロナの期間中はやはり、オンライン
で、コミュニケーションを取りましょうっていう形のクリエイティブはやはりたくさん作っていて、あとはZoom や Google Meet っていうのが、一般の人でも利用が増えるっていうところで、そういったクリエイティブが効果的だったのかなと思ってます。なるほど。わかりました。そういうところも含めて、コロナの影響、マイナスの要因というのは特になかったと。そうですね。マッチングアプリで言うと、あまり影響はなかったなと思います。なるほどね。そういったその御社が得意とする、業界と、から見てっていうところでも構わないんですが、プログラマティックメディアについて、日本の市場に対して、今後、将来的な意味でもいいんですけど、どうなると思いますか？プログラマティックですよね。はい。いわゆる弊社のサービスのような AI 使ってっていうところですけど。そうですね。やはりAI っていうところが主軸にはなってくるのかなっていうところはあるんですけども、ただ課題としてはやはりAI を使ったからといって短期間で、良い結果が出せるっていうことではないので、この AI を使ってかつ人間の手を使って簡単の目標ですね。っていうのを本当に短期的にしなければいけないのかなっていうのは思いますね。確かにおっしゃる通りですね。割とこれは私の体感値なんですけど、日本だとこのプログラマティックメディアというものが、やっぱり経験したことない、強いて言うと知らないっていうマーケターの方も結構多いかなと思ってまして、実際どうですかね、認知度っていうところでいくと、まずそもそも名前の認知度と、あとはそのサービスの、仕組みの認知度っていう部分でいくとどうですか？はい。弊社のような会社は、認知はしてるんですけれども、クライアントさんとしてはやはり認知はまだされてないのかなっていうところは、マッチングアプリで言うと、やはり CPI とか CPA とか CPE っていう、軸で見てたりもするので、どうしてもちょっとCPM での最適化とかっていうのがあまり認知されてはないので、そこをどううまく認知していただけるかっていうのは、自分たちのがパイプ役として担えるかなっていうのは思ってます。そうです。我々も、同じような課題認識として持ってまして、じゃあ、どういうふうにそのスケールさせるのが、いいのかなというところで、結構、このプログラマティックメディアっていう部分でいくと、外資系が、多いので、そこら辺と、そうですね、いい形でちょっと日本での認知っていう部分は広げていきたいなと思ってます。あとは、プログラマティックメディアは、弊社で言うと、CPM っていう課金形態で、日本だと割と CPC とか、CPI 握りとかって呼ばれるような握りでの KPI 多いと思うんですけど、この CPM っていう課金モデルは、クライアントさんにはどういうふうに響きますかね？そうですね。クライアントさんはそこをあまり見てはなくて、どのぐらいの単価で入札されて広告が配信されているのかっていうのは、あまりクライアントさんは見てはないです。もう本当に結果ですね。どのぐらいの CPM で CP インストールだったり、登録だったり、年齢確認っていうのが獲得できているのかっていうところしか見てないので。なるほど。結構あれですか、その外資系の、こういう、DSP とかの取り扱いっていうのは、御社的には増えてきている傾向ですか？そうですね。やはりもう、Facebook、SNS だったり、あとは日本国内のプラットフォームっていうのはもう、クライアントさん自身で運用とかやられてたりもするので、変な代理店としては、やはり外資系で、効果を出せるような広告プラットフォームを都度探しているような状況ではあります。なるほど。わかりました。今、Facebook とかっていうキーワードも出てきたので、お聞きしたいんですが、そうですね、マッチングとかゲームとか、カテゴリー問わず、割とその、Facebook、Twitter、主要 SNS の利用っていうのは非常に多いと思うんですね、この日本においても。はい。その中で、ユーザーへのアプローチとか獲得の、独自の、やり方とか、勝ちパターンみたいなものは、御社としてはお持ちだったりするんですかね？そうですね。Facebook とか SNS 広告はやはり弊社で回せられない。で、
ただ、Facebook とかの場合、設定できる項目もそんなに多くないんですね。エイジだったり、カスタムオーディエンスとかもありますけども、特にあまり設定できる項目っていうのは少ないので、やはり多くのクリエイティブっていうのを作って、AB テストを繰り返して勝ちパターンを見つけていくっていうやり方になるのかなと思います。なるほど。わかりました。それはそうですね。他の、Google とか、そういうのも含めて、すぐ、なんでしょうね。衰退するっていうことはもちろんないと思うので、あれなんですが、御社としては今後あれですか、Facebook とかの運用は、取り扱いとしては、取り扱わない。そうですね。もう、クライアントさんの方でも運用されているので、そこはあえて手を出さずに、Facebook だったり、そういった SNS で獲得できないようなユーザーさんっていうのを、本社のようなプラットフォームとか、外資のプラットフォームを使って、新規のユーザーを獲得っていうところで、弊社が入って提案をして進めていきたいっていうのは考えてます。なるほど。ありがとうございます。そうですね。わかりました。じゃあ、そういう、方向性、戦略を用いながらなんですけど、いわゆるマッチングアプリへのユーザーの興味っていう部分ですね。これを維持させる。結果として、新規獲得と復帰施策っていう大きく2つあると思うんですが、こちらに対して、御社の持ってる効果的な戦略、クリエイティブとかでも何でもいいんですけど、ノウハウみたいなものって開示できる範囲で構わないんですが、何かあったりしますか？そうですね。やはりマッチングアプリの場合は、男性からの課金っていうのが、やはり、クライアントさんにとっての収入源でもあるんですけども、やはり、有料、いろいろメッセージとか多くやり取りをしてくれる有料な女性会員の囲い込みっていうのが、やはり重要になってくるのかなとは思っていて、なので、その有料な女性会員を囲い込むことで、アプリ全体の会員数っていうのは増やせるのではないかなっていうのを考えているので、女性会員を増やすことが、新規ユーザーの獲得につながるんじゃないかなっていうのは思ってますね。なるほど。あとは復帰施策としては、やはり過去に課金したことのあるユーザー、休眠ユーザーを再びアクティブユーザーにどう戻せるのかっていうのが大事になってくるんじゃないかな。なるほど。日本ってiOS が多かったりするじゃないですか、Android に比べて。で、昨今言われてるラット、iOS14 のラット問題ですよね。復帰とその点を絡めると、どうですか？御社としては今頭を抱えている状態なのか。そうですね。やはり、ちゃんとしたデータで追えなくなるっていう懸念点はあるんですけども、ただちょっとなってみないとわからないっていうのがやはり今現状でした。になったタイミングでやっぱいろいろとちょっと施策っていうのは練っていきたいなとは思ってます。クライアントさんとそこら辺の話とかももうすでにされてるんですか？そうですね。ちょこちょこ今話はしているような状況です。そうやったらデータ、ユーザーのデータを取得、できるように、ポイントを付与するのかとか。なるほど。で、データをいただくとか、そういったクライアントさんの方でも練っているそうですね。なるほど。それはいいですね。なるほど。確かに。ポイントのインセンティブで、情報を開示いただくっていうところですよね。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。わかりました。ちなみに、いわゆる復帰対象者っていうのは、アプリからどれぐらい離れた日数のユーザーを対象としてるんですかね。一応、復帰施策としては課金したユーザーっていうのをターゲティングしているので、過去、7日とか10日とか30日っていうのは特に決めずに、一度課金したユーザーに対して追いかけるっていうことはしますね。なるほど。もう完全に課金者向けっていう位置づけですか。そうなんですね。なるほど。じゃあ、その場合っていうのは、女性は復帰対象ではないんですかね。復帰対象ではないですね。なるほど。男性のみ、課金したことあるユーザーを、積極的に、追っているというところで、ビジネスを、まず一旦になってるっていうことですね。そうですね。課金したことのある休眠ユーザーですね。なるほど。いわゆる休眠したユーザーに対して、
先ほどその7日とか決まってないってお話だったんですけど、はい。どういうタイミングで2回目のアプローチというか、戻ってきてよっていうアプローチをされるんですかね。タイミングとしては、やはり初回課金をしてから課金が全くないとか。初回課金からのってことですね。そうですね。で、そこから課金が一番もないユーザーに対して、リエンゲージメントでアプローチしていくって形ですね。今のリエンゲージメントをされてるメディアっていうと、どういうものがあるんですか？今利用しているのは、外資系のプラットフォームを使って。はい。国内はあまりないですか？そうですね。国内は、弊社からに対しては提案してないですね。なるほど。そこでその会社さんを選んだ理由っていうのは何かあるんですか？そういったリエンゲージメントの新しいメニューを作ったっていう情報が入って、そこからちょっと打ち合わせ等をして、クライアントさんに提案したって形ですね。なるほど。そうすると、あれですよね。広瀬さん自体が、割と海外のそういうテクノロジーとかに対して、独自調査というか、情報を追いながら、クライアントさんのために提案しているというような動きになりますかね。そうですね。もう、外資で新しいプラットフォームとか、新しいメニューがあれば、もう、クライアントさんに提案しているような状況ですね。なるほど。ありがとうございます。で、弊社のサービスの中で、クリエイティブ PDC を、早く回す、アーキスタジオという、ソリューションを持ってまして、ちょっとその視点から、ちょっとお聞かせいただければと思うんですが、単純に直感でいいんですけど、いわゆるマッチング系のアプリで効果があるフォーマット、バナー、ちょっとメディアによって違うかもしれないんですが、どういうものがフォーマットとしては刺さってると思われますか？フォーマットサイズってことですかね。あれですね、バナーとか、動画とか、ディスプレイとか、で、あとは大きい方がいいとか、そういうものですね。それでやはり大きい方がよくて、9対19と、9対19と19対9ですよね。やはりサイズのバナーっていうのがやはり効果ではあるんですけど、あとは動きあるバナーですね。ただの静止画ではなくて、自分のアニメだったりとか、あと動画っていうのは効果が一番いい、あるのかなと思いますし、あと今後とかになれば動画のスピードも速くなってくるとは思うので、動画のクリエイティブっていうのは増えてくるんじゃないかなと思います。なるほど。確かに動画増えてきましたよね。各社枠として。動画の枠がいいってなると、割とその動画コンテンツを作ったりとか、結構そのクライアントさんとか、御社で作られる場合もあるとは思うんですけど、結構そこら辺は苦労する、リソースをかけなくちゃいけない部分になってくるのかなとも思うんですが、いかがですか？そうですね。やはり、動画の撮影ですね。クライアントさんに依存はしてしまうんですけども、こちらから一応、動画の撮影できる会社だったりっていうのを紹介して、キャスティングから撮影をして、その素材をいただいてっていう形で流れは作ってはいるので、動画の素材を集める、撮影から、この動画の撮影からそういう素材を集めてくるっていうのがやはり大変な作業ではあるので、動画のクリエイティブもやはり作れないので、をどう、うまく制作会社ですね、動画の撮影からしていただける制作会社と連携してクライアントさんに提案するのかっていうところは考えています。ちなみにウェブの方にも出稿はされてたりしますか？ウェブ広告。ウェブ広告、それはワクワクのってことですかね。そうですね。御社として取り扱ってるかっていうところですね。一応、ウェブも取り扱いはあるんですけども、もうアプリとの比率でいうと、本当にウェブは少ないですね。もうアプリウェブ1ぐらいのレベルです、ね。やっぱりそうですね。なるほど。ありがとうございます。続けてというところになるんですが、いわゆるマッチング系の、ライフタイムバリューですね。ビジネスをする上で、プライオリティの高い、ユーザーっていうところで言うと、今、
お聞きした内容をまとめると、まあ、やっぱり課金をしてる男性そうですっていうね。ところだと思うんですけど、これ結構ターゲットとしては、あれですかね、30代とかになるんですか？それとも20代とか？やはり20代、30代がやはり多い。なるほど。今、まあ、世間的にはというか、日本の傾向として少子化で、まあ、未婚率の高さとかっていうのが問題視されてると思うんですけど、まあ、そういう問題にまあ、そうですね。まあ、どちらかというと、直接的に、解決の一端を担うような、まあ、業界だとは思うんですけど、とすると、まあ、割とその、長い目で見た場合、40代とかっていうところも、まあ、40代の方が、まあ、お金を可処分所得持ってたりもすると思うので、まあ、はい。割とそのターゲットになりやすいのかなと思うんですが、はい。なので、業界的にはかなり広がってくる、スケールする会社カテゴリーだと思うんですけど、そこら辺、このカテゴリーにおける将来性っていうのはどのように見てますか？そうですね。まあ今、2、30代の需要はやはり多いんですけど、その2、30代の人に対して今広告を配信、まあ、ワクワクっていうアプリを認知していただければ、まあ、その方がまあ30代、40代、50代って年齢は重ねていくと思うので、うん。そうすると、やはりまあ利用者数っていうのはどんどん増えていくんじゃないかなっていうのは、やはり、うまあ、ん。ではないかなとは思います。わかりました。そうですね。業界的にはどうなんですか？割とこういうマッチング系の新しいアプリっていうのが、まあ結構出始めてると思うんですが、はい。結構いろんな会社さんからリリースされてるんですかね、アプリとかは。新しい。そうですね。もう結構今、マッチングアプリもすごい数多く国内でも数多くあるんですけど、うん。用途がちょっと一個一個違うっていうのは、まあ、うこういうん。開発だったりとか、はい、まあ、いろはい。いろアプリによって、そのマッチングアプリっていうのは、ジャンルはまた異なってはくるんですけども、結構あれですかね、海外の方の利用とかはどうなんですか？海外の人の利用はないですね。なるほど。で、基あと、本的には、年齢確認とかでやはり免許証だったりとか、そういううーのをん、取って送ったりっていうのがあるんで、なかなうかハードルがーん、あるのかなとは思いますね。うーん。そういうアプリきっかけ。まあ、海外だとこういうアプリって、まあ、日本よりスタンダードというか、ポピュラーで、で、まあ、アプリで出会ったよ、結婚したよとかって話もあると思うんですけど、割とそういう声も今後は日本では増えそうですかね。こういうサービスを経てというところで。そうですね。あとはなんか、著名人とかが、なんかマッあチングアプリあ、やってるとかっていうのも、なんか今、テレビを通して行ったりもしてくれてるので、うーん、そういうのがやはり増えていけば、まあ、必然と利用者数っていうのが増えていくんじゃうーないかな。ん、なるほどですね。ここまでの流れで、まあ、いろいろマーケティングについては、はい、お聞かせいただけたので、まあ、例えば、まあ、これ、広瀬さん的に、まあ、はい。言いたいことがあればでいいんですけど、まあ、いわゆるこういう、プログラマティックメディア、もしくは、まあ、外資系の、まあ、いわゆる広告業、はい。方に対して、いや、こうした方がいいよとか、まあ、このサービスが引き続きいいと思うからやった方がいいよとか、何かご意見とかあれば。そうですね。まあ、やはり外資系のプラットフォームで多いのが、やはりまあ CPI とか CPA で握るっていうパターンうがやはりん、まあ多いは多いんですけど、まあ、うん、そうなってやはり不正も多くはい、起きているような状況なので、うん、ただ本社の場合のような、まあ、CPM での入札ってなうん、ると、まあ、少しは不正は出てしまうものだとは思うんですけども、限りなく本当にゼロに近い形うでん、配信はできていると思っている。うん、そういった意味で言うと、やっぱ CPM の入札っていうのは、起うん、こりにくい広告うの仕組ん、みではないのかなと思いますね。うん。続いての質問なんですけど、まあ、スマホの中で、まあ、最も使ってる、まあ、アプリって何かありますか？まあ、おすすめとかでもいいんですけど。おすすめ、そうですね。やはり多く見るのはスマートニュースとか、ニュースああ、うん、とか、あとはニュースピックスとか、ちょっはい、と、はい、はい。っていう、まあ、ニュース系のアプリはやはりよく見るようにはうん、してね。あとは、まあ、普通うん、のアプリももちろんやりますけども、基本はまあそういったニュース系のアプリとか、あとはSNS ですね。う Facebook ん、もそうですし、
あと TikTok とかは最近すごく見てます。それはやっぱり、隙間時間での、リラックスというか、そうですね。何かコンテンツを投稿したこともあるんですか？そうですね。ウェブ広告の方で、ちょっと TikTok に広告出稿とかっていうのはやはりしてたりもするので、動画を見て楽しむっていうのもあるんですけど、こういう広告今 TikTok 多いんだとか、そういった意味でも見てますね。あとは、最近、AI っていう部分で、割と市場的にはPython 習いたいとかっていう、声も結構聞くんですけど、実際ヒロさん、日々忙しいとは思うんですけど、なんかこういうの学びたいなとか、なんかそういうものってありますか？そうですね。やはり、動画の制作ができるような技術は欲しいなっていつも思いますね。やはり5G っていうので動画バナーも主流になってくると思うので、そういう意味で言うと、やはり動画クリエイティブ、制作ができる技術っていうのはもう今すぐに欲しいスキルです。なるほど。それは言い換えると、割と動画の、なんでしょう、作成、編集技術を持ってる人っていう、人っていうのは、割と需要が、引く手あまたみたいな感じになりそうですかね。そうですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。そうですね。はい。質問は以上になりますかね。はい。すみません。お忙しい中、お時間いただいて、パーソナルな質問にも、はい、お答えいただけたので、はい。引き続きですね、弊社としても、日本で、もっともっと認知から、高めていって、プログラマティックのメディアの、啓蒙とかも踏まえてですね、活動していく所存ではありますので、ぜひ、いいサービスだとは思いますので、こういう仕組みですね。そうですね。はい、なので、そこら辺を、ぜひ一緒に拡大していける、パートナーとして、引き続きお付き合いいただければなと思っておりますので。もちろんです。はい、ありがとうございます。じゃあ、すいません。本日は、お忙しい中お時間いただきまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。何か、世界に向けて言いたいなとかあります？そうですね。やはり不正がない配信っていうのを、ちょっと、各社意識して、ちょっとクリーンな業界にしていきたいなと思うので、引き続きそこを一緒に進めていければなと思います。わかりました。ありがとうございます。では、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。Thanks for tuning in on this episode of Programmatic Connect Digital. Don't forget to like the video and subscribe to our channel for more exciting content.